格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今夜のゲストは恥ずかしくてやってられないじゃん。金魚お疲れ様です。アンダーナイトインバースの有名人の2人じゃないですか。どうもどうもどうも。お願いします。お願いします。今夜の格ゲー喫茶ハメジュンでは2月20日に発売される新作ゲームアンダーナイトインバースエクスレイトクレアを特集します。その最新作を紹介してくれる今夜のゲストは、まず1人目はリベ吉選手。システムエンジニアとプロゲーマーの二足のわらじを履く実力者。見るものを楽しませるエンタメ精神あふれるプレーが持ち味で、研究した攻略情報を公開するなど初心者への普及活動も精力的に行っています。もう一人のお客様はランポ選手。世界最大級の大会エボ2019で優勝を飾った関西を代表するプレイヤーでありながら、東進祭などでは実況解説も務める戦える実況解説者として活躍中。ランパさんって実況しながらなんか戦うってことでも有名なんですよね。プレイヤーたちはめちゃめちゃ頑張ってすごいことをやっぱりやってるんですね。こいつらはすごいことをやってるんだっていうのをいろんな人にやっぱりすごい知ってほしくて、実況をしていると逆にプレイヤーとして何か生きることってありますか？そういう視点からゲームを見てるんだっていう第三者視点に立ちやすくはなりましたね。自分がプレイヤーに入った時にこういう行動はあれがあったからなのかもしれないとか、逆に自分がこれを思えば相手にこれを悟らせれるかもしれないとか、ゲームしながら第三者視点に立ちやすくはなったかな。一人だけ深いとこ行っちゃってるよ。かなりすごいですね。かなり深淵を見たなって感じは今すごく感じましたけど、すごいですね。二足のわらじを履くリベ吉選手の気になる所属チームのことを聞いていきましょう。そうですね。弊社はもともとコンセプトとしてそのゲーマーのための会社っていうところが、ゲーマーのための会社、ゲーマーのためのフォーゲーマーってもう完全にゲーマーのためのっていう、そういう会社で面接みたいなのってある？あとさ YouTube の広告とかであるさ。弊社の面接すごく特殊というか独特で、まず居酒屋に呼び出されるんですよ。居酒屋？居酒屋に呼び出されて、面白い。僕が社長を面談するんですよね。選ぶ側？普通は逆じゃないですか。ご飯をね食べながらお互い気を許して本音で語り合って、じゃあ入りたかったら連絡くださいっていうのがうちの会社の面接スタイルですね。そんなゲーマーみんな行くよそんな。大人気シリーズのアンダーナイトインバース、その魅力について聞いていきましょう。アンダーナイトインバース独特の面白さみたいなのを知りたいですね。いわゆる格闘ゲームって攻めをさばくのってすごい難しいと思うんですけど、アンダーナイトインバースって守ってることにすごいリターンがついてくる。守ってるだけだと普通負けちゃうじゃないですか、格闘ゲームって。そうじゃなくて必ず切り返せる瞬間っていうのが絶対に来るんですよ。一方的にうおーってやり続けるゲームでもないですし、やられ続けるゲームでもないっていう。そうですね。私もともとそのフランスパンっていうところのゲームを主にやっていて、メルティーブラッドが僕大好きだったんですよ。メルブラ。わかる。メルブラ誰使ってた？長屋敷ですね。そう当時すごい人気で、その流れでアンダーナイトインバースって新作が発売されて、結構雰囲気もその中二病っぽいゲームなので思わず触ってしまったっていう感じですね。結構雰囲気もそのいわゆる中二病。これ言っていいんだね。俺超中二病だと思ってた。よかった言えた。僕も当時結構若かったので、心にグサッてきて、制作者が中二病的なものを狙って作ってるよね絶対。かなり狙って作ってますね。例えば体力ゲージのことは体力ゲージと言いません。いやそんな体力ゲージだ体力バイゲージ。タルベゼルって言うんですよ。先ほどだからランポさんが言っていた守ってる側にもメリットがあるっていうのもかなり中二的な言葉で説明することができまして、あのゲームは一定時間ごとにトランスファーステートが一周します。その時にグラインドグリッドを持ってる側にチェーンシフトの権利が得られるボーパル状態になるんですね。ボーパル状態になるとチェーンシフトなどを使って相手の攻めを切り返せるっていう仕組みになってる。何言ってるかわからないと思うんですけど、マスターマドカマギカの読みすぎだよ。いやこれちゃんと正式名称で言ってますから。そうなの。俺さちょっと設定中みたいなところがあるからさ、ちょっと一瞬入っちゃったら戻れなくなる可能性がある。ここからはアンダーナイトインバースエクセレートクレアを使いながらですね、このゲームの魅力についていろいろとお聞きしていきたいと思います。なんで置いてあるんだよこの喫茶店。なんであるんだよ。
今夜は2月20日に発売されるアンダーナイトインバースエクスレイトクレアを特集します。この作品は奥深いゲーム性でアーケードユーザーからも絶大な支持を受ける大人気シリーズの最新作です。シリーズ最新作として既存キャラクターの新技やアクションが追加されるほか、アンチリヒトクライスの最終新キャラクターには氷の戦士であるロンドレキアが登場します。さらにキャラクターの初期デザインが見れるギャラリーモードなどが追加されているんです。こっちは中二病の血が騒いでんだから早く早く。独自の世界観をより詳しく楽しむために、まずはチュートリアルからプレイしていきます。入門っていうと本当に例えば立ち方とか見方とか、ゲームをやったことない人どころか格そうです闘ゲームをやったことない人。本当にそのしゃがみとは何かとかジャンプとは何かとか、まあアクション感覚で格闘ゲームを知れる。じゃあ超上級はどうなってんの？例えばダッシュガードシステム的な利用です。このようにチュートリアルではさまざまな技やアクションの用語、コマンドを学ぶことができるんです。インフィニットワースエグジストのエリートこれ来ましたね。注釈読んでください。非ボーパル中に使うと GRD ブレイク状態になってしまう。大丈夫、ちゃんと教えてくれる。そうか、それを教えてくれるのがこれなのか。ゲーム始まってないのに楽しいぞ。続いてはトレーニングモードで新キャラクター氷の戦士ロンドレキアを操作していきます。体力バーの上になんか違う、体力バーじゃないよね。バイタルベセルの下にですね特殊アイコンがあります。このキャラクターは例えば一つ、こういった属性の攻撃をヒットガードさせるとこのように点灯します。ついてるね今。はい、この状態で同じ技を当てるとガシャン凍ってくれると。氷使いのキャラクターなので動きもスケーターのような滑る動きが特徴となっています。続いてはこのゲームの守備で重要な要素の一つであるトランスファーステイトを紹介してもらいます。トランスファーステイトとは中央下にある円形のゲージのことで戦況の切り替わる周期を表しています。続いてひし形のゲージはグラインドグリッドといい戦況の優劣を表しています。この周期の切り替わりでゲージの多い方が攻撃力増大などの恩恵を受けます。 D ボタンを2回押すことでチェインシフトっていう特殊行動ができます。まあこれ何かというとどんな行動もキャンセルできますよ。オッケー。でこのキャンセルコードなんと無敵があります。発生が1フレで無敵がある、いわゆる切り返しになるんですね。つまり誰でも小足を見てから昇竜拳がすごいわかりやすく言うとカンニングできるシステムになってる。なるほどね。例えばこういう風にこけてしまってもこのように安全に切り返すことができますよ。ボーパル時にチェインシフトを発動すると赤いエフェクトが出て一瞬時間が止まり相手が攻撃しようとしている状態がわかるのです。あいつは今行動中ですよ。なのであなたは切り返せますよっていうのを画面上で表示してくれてるっていう。カンニングだけじゃなくて答えまで書いてある。そうです。見えたらなんかさ、中二病の芸の細かさすごいよね。かゆいところまでゲームとして楽しんでねっていうサービスは行き届いてるじゃないですか。かなり間口は広いゲームだなっていうのはありますね。最新作のアンダーナイトインバースエクスレイトクレアを一通り触ってみたところでランポ選手 VS リベキチ選手のエキシビションマッチです。キャラクターの強いところ、かっこいいところ見せて。まずこの白夜というキャラクターはこの鍵爪といいますか背中に生えた8本の爪を使っていくその結構リーチが長いキャラクターです。確かに背中に生えてる。で逆にこのミカちゃんの方は、その見た目通りにかなりのそのインファイト系のキャラクターですね。リーチの長いとあまりないんですけれども一回近づいたらその、パワフルな攻撃というところがキーになっています。ナインハントズイーガーではナインハートズイーガーではないような気がするんだけどしかしここはもう画面足のラッシュイントリース技からの連続技さらにつながりすぎだ。そろそろ食べ頃かな EX からの1レベですねまたね。ここは切り返しました。そろそろ食べ頃かなという技も。今のもやはり、チェーンシフトボーパル状態からのチェーンシフトで相手の動きが見えたっていう感じですね。そしてこれで今度はこのミカちゃんの側リベキチさんの方に移ったんですけどもフィニッシュ。試合がその進むと一定時間ごとにこの下のこのゲージですねトランスファーステートが回ってこの時に優勢を取ってるのがすごい重要なんですけど
このブラインドグリッドっていうのはガードするだけのたまるんですよ、相手の攻め今投げ抜けして一気に、こうランポさんがねたまりましたよね。こうなるとここでボーバルが移ります。そうなんです。これが仕方がはいこうなるとチェーンシフトも使える状態ですが、これ使っていく。そして切り返しましたね。カンニング成功しました。画面足苦しい状態ですが、おっと投げ抜きを誘うような動きで位置を入れ替えるのはリベキシノミカ。これザンギのダブダリではダブルしながら動きます。ここで位置を入れ替えつつコンボにつないでいくランポ。またしても画面足。そしてそろそろ食べ頃の棚からの本日4回目の食べ頃。だからこれ EXR で切り返したい。うわ置いてある。どうする。リベキシ苦しい状況です。残りタイルがわずか。そしてしかもここでしっかりとチェーンシフトを使って時間を止め、そのままフィニッシュに持ち込みました。勝者ランポお見事です。では戦いを終えての感想の方を伺っていきたいと思います。今回の逆は新しくトリッキーな動きがすごい増えていて、自分ですごいこれやりたいあれやりたいっていうのができてすごい楽しかったです。今回のミカちゃんはすごい空中での行動が追加されたので、かなり見た目も派手に動けるようになりまして、とても触っていて面白かったです。3日間で3万人以上が大熱狂。幕張メッセで開催された格闘ゲームの祭典エボジャパン2020。前回は3タイトルのチャンピオン誕生の瞬間をお伝えしました。そして今週は吉本ゲーミング久保。メイントーナメントタイトル、まずは鉄拳7。昨年の世界大会覇者チクリン選手をはじめ、海外からも強豪選手が数多く出場しました。もう僕らはね終わってしまったんですが、鉄拳すごいレベル高いんで、日本も韓国もあとパキスタンからもトッププレーヤー来てて、まあ普通に誰が優勝するのかなっていう。やっぱり日本で一番大きいって言われる大会なので、人もたくさん来てて、結構初心者の方とかもエントリーしてらしたんですけど、すごい楽しいですってみんな言ってて、大会としてはやっぱりエボジャパンっていいなと。今大会の鍵を握るのが新キャラクターのリロイ。その性能の高さからファイナリスト8人中6人がリロイをメインキャラに選択。リロイ旋風が巻き起こる中、自分のメインキャラで勝ち上がったウルサン選手、ミキオ選手も奮闘。非常に見応えのある試合が繰り広げられます。あのわずかな光に反応したウルさん、よく抜けた。これは水撃ケーキも頭出していざ鉄拳7の頂点へ。ジュリアを使って勝ち上がってきたミキオ選手、そしてタイのブック選手との決勝戦。いや冷静。レイナス、これはリスキーな2択を通す攻めと巧みなガードを使い分け、ミキオ選手がリセットに成功。会場を味方につけます。ミキオエールが飛んでいます。まだ暴れられる。しかし優勝決定戦はブック選手が先にマッチポイントを迎え、ミキオ選手には苦しい展開に。ガードしてナイスガード。そして下段に持ち込んでいくブック。中段どうなる。突っ込んで、いやもう優勝はブック選手。ミキオ選手も素晴らしい戦いでした。おめでとうございます。優勝どうでしょうか。Maybe I'm lucky sometimes because if compared with another player, I have a big chance to make it through. I feel really happy. ツイッターや名古屋勢からすごい応援いただいて、これはもうちょっと本当に勝たないといけないなと思いになって、みんなの応援もすごい聞こえたんで、いいプレーができました。はい。悔しかったところはやっぱり最後のミキオ選手に負けてしまったところがやっぱりリロイを使わず負けてしまったので、なおさら悔しいですよね。止められなかった、リロイ自体は、この大会で使うのはもう最後で決めてて、本当はメインキャラクターシャヒンってキャラなんですけど、そのメインキャラクターでちょっと今後は結果残して頑張っていきたいと思ってます。ウィナーズ側から負けって一番悔しい負け方なので、ちょっと本当に悔しいです。任天堂の世界的人気ゲーム大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。今大会最多となるおよそ3000人のプレイヤーが予選に参加しました。上位8名で争われる決勝トーナメント。激闘の予選を勝ち抜いた国内のトッププレイヤーたちがしのぎを削ります。
最高峰のプレーの応酬に会場も大いに盛り上がります。空中下避けている。危ない球種、白目撃墜。何を待っている、ジャンプを待っていた。さあしかも横つぶれ、グランドファイナルに駒を進めたのはウィナーズサイドを勝ち上がったシュートン選手。対するは世界屈指のシュルク使いと言われるコメ選手。はい、横目に投げてエアスラッシュ狙ってからバイク宇宙賞、これをまさに届かのです、届かのですよ。長らく競い合ってきたライバル同士の2人、コメ選手がリセットに成功。なんだこの試合は。さあ山の頂上、そしてついに決着の時が訪れます。ところを夢見て登ってきた2人、先に近づいたのはシュートンか。危ない。優勝はシートンです。おめでとう。素晴らしい戦いをありがとう。優勝されてどんなお気持ちですか今？とにかく嬉しいです。なんかやっとなんかいい結果を出せたなっていう安心ですかね。準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これ見てください。じゃじゃん。どうでしたかこの大会？やっぱり悔しい気持ちがやっぱり当然あって、ただシュートン優勝者を称える気持ちもちゃんとあるのがなんか結構初めての体験で、ちょっと言葉で言い表せられないですね。はい、経験したことはなかったです。こんな大舞台、純粋にここまで来れて嬉しかったのもありますし、パックマンの可能性を見せれたかなって思います。今大会の最後を飾るのはストリートファイター5アーケードエディション。初心者から世界各国の人気プロゲーマーまで1471名が予選にエントリー。そして会場には我らが歌広場の姿も。ついにエモジャパン、すげえ緊張してる。やべえの。というわけでね、本日は頑張ります。ストリートファイター今日は12時からなんで受付しなくちゃいけないんで、じゃあ本日よろしくお願いします。失礼します。たくさんの人で賑わう予選会場。いよいよ歌広場の初戦が始まります。緊張するよね。めちゃくちゃしてるよ俺も。初戦の相手キャラはネカリ。緊張の中うまく攻撃を組み立てていきます。対空もきっちり反応して、まずは1ラウンドを先取。そして勢いそのままに2対0のストレートで見事勝利。すいません、もっと練習して頑張ります。俺もする。横浜アリーナとかね、紅白歌合戦とか経験してもエボ初戦1試合目の方の緊張が勝ってるみたいな。頑張ります。やった。頑張ってください。しかし次の試合フルセットまでもつれますが敗退。ルーザーズへ回ります。ありがとうございました。もう後がない歌広場。接戦を制し、なんとか予選プール突破の望みをつなぎます。すみません、ありがとうございます。そして初日最後の試合、予選プール抜けをかけた大一番は配信台での試合に。歌に試合はフルセットフルラウンドに。歌広場が行く。さあフルセットフルラウンドの状況、両者後がないが、巻き込まれてまだ行く、まだ吸い切りに行く。さあこれで元だっては苦しくなった V トリガーが終わりました。練習がありますから。なるほど。どうだ体力アップだが歌広場取り切る。やっ勝利の雄たけびを上げる歌広場。見事2日目の予選ラウンド進出が決定。プール抜けた。ザンゲーフに負けたらいつかちゃんにマウント取られるんじゃないかなと思って、それが一番ドキドキしてた。明日の意気込みを教えてもらっていいですか？わかりました。明日の意気込みは、勝った時に面白いコメントをする。はい。頑張ってください。ありがとうございます。そして大会2日目、ハメジのファミリーが応援に来てくれました。こんな狭い中でこれ応援してハメコいつかに加えてドグラ選手も応援に駆けつけてくれたようです。
健闘むらしく1対2で敗退。ここで歌広場の挑戦は終了。お疲れ様でした。負けちゃった。なんかマスターといつかちゃんが脇にいてくれたのが嬉しかった。どくらさんもいました。そう、あと本当ありがたかったっす。ジュンさんのロジャパンはここで終わってしまったのですが、はい、イベント自体はまだ続くので、最後まで一ファンとして楽しんでいこうと思います。はい、私も楽しんでいこうと思います。選ばれしトップ8、シーンを牽引する有名プレイヤーたちとともに気鋭の若手プレイヤーナウマン選手、トラボ選手も名を連ねました。制したのはナックルグ返し技があります。おお、対空さあ、さないんだな。おお、インフィルオストレート。さあ、トリガーはたまっているが、中でもナウマン選手は幾多のピンチを跳ね返し快進撃を続けます。まさかの逆算立て。迎えたグランドファイナル、ナウマン選手に立ちはだかるのは昨年から驚異的な強さを見せる孫選手。画面端、打撃が当たるようになってきた。ベテランならではの試合運びで孫選手が気迫のリセット。試合は振り出しに。諦めないナウマン選手は2セットを連取し、ついに王手。国内の大会で若手が体感3が来るのか。さあ、孫どうする。完璧だ。若手世代としては快挙となる優勝。新たなヒーローの誕生です。ナウマ初優勝ということで、もう今はどんな気持ちですか？優勝できるとは思ってなかったんですけど、それでも一歩一歩だんだん優勝が見えていくたびに勝てるぞっていう自分を鼓舞していこうという姿勢でなんとか優勝することができて本当に嬉しいです。さすがに悔しいなーって。本当に全力で向かってそれで負けたんで、もうナウマン本当に強かったし、これからも頑張ってくれっていうふうに思います。いかがですか？今日はね、家族もちょっと子供も嫁も応援に来てくれたんで、もうちょっと頑張りたかったんですけど、でもね、ナウマン君がやっぱ優勝してくれたんで、これからちょっとそのゲームのシーンが変わっていくんちゃうかなっていう期待があります。長年こう陰でこう努力してたというか、素振りを毎日やってたようなプレイヤーなんで、それがやっぱりこういう舞台でこう実ってくれたっていうのは本当に嬉しいですよね。新しい要素をすごくうまく使いたいなっていうのが今回の大会のコンセプト、自分の中でもあったんですけど、それがまだ全然できてないので、そこをちゃんとやってツアーとかも勝てるようになりたいなと思ってます。熱狂のうちに幕を閉じたエボジャパン2020。来年はどんなドラマが待っているのでしょうか。今回はアンダーナイトインバースエクセレートクレアをですね、紹介していきましたがいかがでしたか？まずはお二人の心を揺さぶれたというところが一番良かったのかなというふうに思います。面白さが少しでも伝わったらなと思いますし、僕自身すごく楽しんでやらせていただきました。本当にありがとうございます。そうですね、まだ全国のアンダーナイトを知らない中二病のキッズたちにこの魅力が届いたんじゃないかと思って、今回はかなりいい仕事したなと思っております。ありがとうございます。今宵のお客様は、ランポさんとリビキさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は話題の新作グランブルーファンタジー VS を大特集。